はい、どうも大輝です。今日は幕別町に来てます。幕別町では農家さん2軒の取材に行くことができました。1軒目はね、機械がすごいたくさんある農家さん、そしてね、いろんなことやってきたんだろうなって言ってね、いろんなお話を伺いました。で、もう1軒はですね、直営で野菜を使った、自分のとこの野菜を使ったレストランを経営しているところなんですけども、そこのレストランを立ち上げた経緯とか、そんな感じのお話を伺っていきます。それでは、幕別町の動画をご覧ください。どうぞ。ごめんね、おい、百姓の話何もないけど、何ヘクタールすごいっすね。うちね、じいさん初代で自分2代目なんですよ、分家で。で、土地がね、なかなか買えんかったんで、あれですけど、まあ、俺の代でなんとか少しずつ増やしてたけど、大げさに言ったら、40何%は借地です。で、今現在は、85、6ヘクタールあるかな。で、じいさんが晩年も本当に亡くなる近くまでは、さらにプラス12ヘクタール、新田牧場ってでっかい会社があって牛屋さんやってんだけど、今みたいに搾乳ロボット入れる前だったもんだから、近隣の酪農家さんに相当のね面積貸してたんだよね。でうちも12丁借りれたんで、その時には実は、幕別農協3年間なんですけど、幕別農協の種子バレ所事業部会のメーリンの地区長っていうか、まあ、役員、それから幕別町農協疎災事業部会のかぼちゃ委員会の委員長、そして、幕別町和牛事業部会の部会長、そしてさつない農協を含めた幕別町和牛改良組合の役場だけど、それの組合長、それから幕別町農民同盟の書記長で、その他にまあ公の役が何個かあったんだけど、年間120日出てました。平日120日ってね、極端に割ったら3日に1日出てるんだよ。だから残りの2日間で自分の仕事もしなきゃならんし、夏場はコンバインにも乗らんならんし、ひどいですよ。それで天気悪かったらもう地獄ですよ。本当に地獄だった。でその時に思ったのが、とにかく効率のいい仕事とやっぱり機械力だって。それも天気の合間で機械力がなかったら全然進まないなってね。現在18台のうち17台がニューホーランドで、1台は別なところにちっちゃいクボタンの古いの置いてありますけれど、まあ年代もそれぞれで、一番奥にあるのが自分が最初に帰ってきた時のトラクターなんか。そちらのトラクターとこちらのトラクターが学校帰ってきた時に、40年前帰ってきた時にうちにあったトラクター、この2台だけで、かなり管理はいいと思います。他の人から見たら普通、これ昭和49年のトラクターだから、普通だったらこの辺もうオイルまみれだとか、もうその辺ぶつけてぐちゃぐちゃだと思います。でもうちは直せるとこは直すし、塗装もかけ直すときはかけ直すんで、まあ見栄えはいいかなと思います。まあ一番古いトラクターですね、これは。あと先ほど言った世界で1台しかないオリジナルはこれ。まだフォード時代。そうだね。でこれがもう内側のキャビン、内側に入れてるんですよ。実はもう実際はこの辺までなんですよ、キャビンの内側ってこの辺までだから、この分を全部内側に入れて、燃料タンクからサイドシフトからなんかガラスやらフレーム全部切っちゃって内側に入れて、本当はこの補助ホイスト1本好きで約1トン余分に上げられるっていうのが、これは標準ではここで上がるんだけど、ここのフレームにぶつかっちゃうでしょ。内側に入れちゃったもんだから、ハンドメイドで作り直して全部内側に入るようにしちゃって、そして内側で持ち上げるって、まあやるのもやったもんだなっていうぐらいで、B と4系の一色機なんで重たいし、うち傾斜もあるんで、端々がここの間で、あと内々に2列でそうやって、あとまあスプレーはこれ3本またぎです。
作物普通は 2列しかまたがないってさっき言ったと思うんだけど、海外のは3列4列ってまたぐんで、うちはもう、それも3列4列またげるようにこの間の幅が広いんです、他の人から見ると。でも今十勝でも結構増えてきたそうです。やっぱり安定してるっていうことでね。そっち側にあるのがじゃがいも収穫の一昔前のハーベスターで、その後ろの方のが今の国産のハーベスター、東洋農機さんなんだけど、大きくなりましたね。大きさも大きいですし、能力が 1.5 倍から2倍の速度で掘れるようになったんで、今度ビートハーベスターが入ってくると、ここまでは大きくないけど、それにでもそれに近いぐらい大きいかな。でこれをどこにどうやって入れようかなっていうねラインでねうちもとにかくね、もう目いっぱいなんですね、どこもここも。これだけの機械でね、もう尺がないっていうのも本当に。でそのビートハーベスターもそのメーカーでは大中小ある中の一番大きいやつですから、それでもね。あとこれもニプロさんなんだけど、いろいろとうちオリジナルのがあって、でバネの開発もさせて、こうやってやればタッパー付け、普通今タッパーつける人はいないんですけど、後ろの方ナイフをつける人でも、こうやって改良したらつけた方がずっといいよって言ったら、いや本当だねって。見た目は同じなんですけどね、もうこのバネの開発をもうしてもらって、ちょっとねこの上がり下がりがスムーズにいくようにとか、いろいろとね。ここでこの回転でビートの葉っぱを落として、なおかつこれでそう普通はこれとこれセットで出してたんだけど、みんなそんな前側でもう十分だわって言ってたの。ところがちっちゃいやつって葉っぱ結構軸残りますよね。それクリーナーで叩くったらね、綺麗に取れる方意外と取れないんだよね。そしてうちの場合、この後ろのハーベスター重量を軽くするために、その横にクリーナーあったの全部取っちゃったんですよ。そうすると前しかないから、なおさら前が命なんですよ。ところがその横にあったら重たいのもそうだけど、ビートの首は綺麗になるんだけど、雨の多いとして畑柔らかいでしょ。じゃあ条件悪かったら刺さったらその横で転がしちゃうんだよね。で実際掘ろうと思った時にはもう転がってなくなってる時があるんで、もうそれだったら最初からそれ取っちゃう。でその代わりちゃんとこのタッパーを、この後ろの刃がほとんど今の人ってない。なぜないかっていうと、これ昔はここドラムで回ってたからビートを転がすことなかったんだけど、これただここの下をビートがこすらさってくるんだから、ビート寝ちゃうんですよ。寝ちゃったら結局掘るときに蹴飛ばしちゃって掘れない。でなぜ寝転がすかってこれがね、上がり下がりが重たいんで、それでバネを強化したバネでものすごく簡単に上がり下がるぐらいの力のバネを作ってもらったんです。そしたらスッ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 っていくもんだから、全然もうそんな転がるのがほとんどなくなっちゃった。だからもう一つのことを追求して、こうだったらいいんじゃないかなってを極めれば、それでちゃんとそれで部品ができればね、良くなる。だからこれを見ちゃった人は、失敗した、これもう使わんと思って売っちゃった人もいるって言うんだよね。でもちゃんとバネを言わないと、前のバネだったら結局寝転がしちゃうんだからダメだよって。もう言えばちゃんとこのバネ作ったぐらいなんだからあるはずだから、それこそ北海バネに言えばあるんだから、メーカー通せば必ず黒沼さんと同じバネつけてほしいって言えばそれつけてくれるんだから、そしたらあとはスッ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 と調整でできるから、転がすこともできないし綺麗に。だからうちのチョッパー通った後見て、周りでこのチョッパーを買おうかって言ってる人が相当去年見てたんだけど、そのうちのチョッパータッパーした後のを見て、ってこういうことって、チョッパータッパー好きで買えばよかったかなっていう人が今もう 99% これだけ。10年15年見据えていった時に、その頃になったらもう本当に機械買えない時代かもしれない。値段がもうとんでもなく上がっていくから、毎年同じトラクターだって、向こうの先っぽのトラクターあれ1年で300万上がったんじゃないかな。異常ですよこれね。本当にね、いや去年の J 取り扱いだが過去最高だなんて言ってるけどね、本当に最近町の人に農家って儲かってるよねって、ああいうの見ちゃったらそう思うかもしれないけど、製粉業者だって小麦粉高くなったらいきなり上げてますよね。運賃も高くなったったらすぐ上げましたよね。あれ農家ってね、上げられないんだよね、仕組み的に。ところが肥料はね、バカ上がりした時に
20キロ大げさに言ったら1000円で買えた肥料が1800円になっちゃったんですから、それでも値段同じですから、農産物今度今2500円以上になろうかっていうんだから、その肥料が入ってこなくて、でもう資材はガンガン上がってくるし、で燃料も環境に配慮したっていう尿素炊くだけじゃなくて、さらにエンジンも極めて綺麗なエンジンにしていくために、それだけで200万以上上がるんだ、エンジンだけで。もうね、とんでもないですよもうね、異常、そんなね、それを農産物に値段に置き換えられないんだからね。まあただね、この間農薬会社にも言ったけど、じいさんの代は攻めの農業をやってきて、でも自分は見せる農業をやっていこうって、魅惑する考え方に対しても、同じ同業者でも、いやすげえなこの考え方、あ、そうやって収量上げてるんかと、いや機械力もすごいねってみんなびっくりするような、魅惑するねっていう農業であって、また食べ物食べたら、あれ美味しいねって、黒沼さんの美味しいよねって言ってもらえるような農業があったり、あと異業種の社長さんって言われてる人たちとも全然関係ないところで対等に笑い合いながらお酒飲めるような器にしたいなと思うし、そういうところは普通じゃないかもしれないけど、食べ物でも実は味って同じ長芋でもじゃがいもでもみんな違うんだよ。農家さんでも全く違います。それはみんな今この年になってうちから物を持ってってる人から教えられた作り方もその人の考え方で違うよって。こっから P だけどいいかい？はい全然知らない人から無登録の人が電話あって、女性の方で絶対美味しいトウモロコシ売ってるって聞いたんですけど売ってもらえますかそんなのあったら俺が紹介してほしいなってお宅誰って、誰々ですって、どこから電話って、佐賀県ですって、佐賀って、味でそうやって言われるってのも農家冥利に尽きるなと。野菜をたくさん食べてもらえるようなカフェを、自分のとこで作った野菜が、そうですね、はい、野菜を主役にした料理、そういったものを味わってもらおうかなと思って、うちの野菜は全て有機のジャストの認証を受けてるんで、仕入れているものもあるんで、そういうのも極力有機ですとか、地元産ですとか、信頼のおける生産者とか、そういった方から仕入れるようにしてます。この時期はもう野菜がない時期だから、なんとかあるものをかき集めて、ちょっとね仕入れたり、結構時期によってもう内容が変わってくる。6月ぐらいになればね、いろんなものが出てくるんですけど、今はまだまだ、ちょうど今日オープンでなったんですよね。そうです。何月くらいなんですか？大体3月のこの時期、暖かくなってきたらオープンして、年内12月の下旬までで、冬の間はもう寒いし、野菜もないし、そうですね。旬をね、大切にしてもらおうと思って、旬の野菜を食べてもらうっていうコンセプトなんで、冬の間は休みましょうという。畑だけでなんかこう消費者ってこう近くに感じれないじゃないですか、食べた後まで見ることってないから、そういうのをね近くでこう消費者をなんか身近に感じれたらなとは思いますけどね。はい、ご視聴ありがとうございます。幕別町の動画でした。前半でね、いろんなお話をたくさんしてくれまして、もう本当にね、すごいパワーの、エネルギーのある方でしたね。いろんな苦労をされてきて、でもね、パワー、そして優しさですよね。幕別町はね、すごい農業が盛んなところなので、今回はね、農業改良普及センターさんがね、紹介してくれて、農家さん2軒をね、取材することができまして、大変貴重な機会を本当にありがとうございます。はい、ということで、この辺で幕別町の動画は終了にしたいと思います。次に行く町は池田町です。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。時には人を愛することもあるだろう。少し大きな背中太陽に